2026年2月24日セブンイレブン新商品5品です。冷やし中華です。公式ページでは7種類の具材、チャーシュー、錦糸卵、きゅうり、ゆで卵、わかめ、もやし、紅生姜を盛り付けた彩り豊かな冷やし中華ですと紹介しています。今年初めての冷やし中華です。この時期に冷やし中華がいただけるのもコンビニならではですね。ただし価格は税別で550円となり、かつての冷やし中華にあった割安感はもはやありませんね。麺は少し細めで縮れ感はなく、コシの強さもありませんので、がっつり小麦感ではなく喉越しよくいただけるタイプです。今回のかけつゆは酸味が少なめでだし寄りですが、塩味、甘みともに控えめです。個人的にはさっぱりしていて食べやすいのですが、人によっては少し物足りなく感じてしまうかもしれません。ボリューム的には一般的な分量ですが、単品で満腹は少し難しいかもしれません。トータルでバランスの取れたセブンならではの冷やし中華です。鶏釜飯仕立てです。公式ページでは原材料高騰のため商品価格を変更しております。香ばしく焼き上げた鶏肉に複数のおかずを組み合わせた小さいながらも満足感のあるお弁当ですと紹介されています。ちなみに昨年9月30日発売分が税別398円、今回は430円に価格改定されています。鶏の旨味が染み込んだ炊き込みご飯に鶏肉や根菜など具沢山のお弁当です。今回は温めましたが、冷めたままでも美味しくいただける釜飯仕立てです。鶏もも肉はご飯と一緒に柔らかく炊き上げられています。錦糸卵、人参、椎茸、きんぴら、さつまいも、脇を固める具材もだしとみりん香る釜飯感満載の仕上がりです。だしの染みたご飯は表面の張りを保った適度な噛み心地で、具材と一緒に頬張るとだしとみりん、ほのかな醤油の香りが鼻に抜けていきます。鶏肉は醤油とみりんで比較的しっかり味付けされていますが、焼き鳥とは一味違います。ご飯や他の具材と一緒にだしで炊き上げられているので、人参や椎茸の旨味をまとって鬼しめのような仕上がりです。定番商品の鶏釜飯仕立てですが、今回もコンビニ弁当らしからぬ完成度でした。おすすめです。キューバサンド仕立ててスパイシーポークです。公式ページでは低温調理されたプルドポーク、豚の肩肉を柔らかくしほぐして細かくしたものをチーズソース、サルサソースを組み合わせ、食べ進みがよく満足感のあるバゲットサンドですと紹介されています。セブンのキューバサンドは昨年の夏以来だと思いますが、コンビニでキューバサンドがいただけるのは嬉しいですね。キューバサンドといえばぺちゃんこのパニーニみたいな旧パンブレッドを想像しがちですが、セブンのパンはソフトバケットぐらいの硬さで、少し粘り気のある生地はプルドポークと一緒に頬張ると独特の食感で口の中が幸せになります。プルドポークはもちろん豚肉ですが、食感としてはコンビーフから脂肪分を抜いた感じで、チリやナツメグ、パプリカ、胡椒で結構辛めに味付けされています。酸味のあるサルサソースが辛みをさらに補強しています。ボリューミーで食べ応えがあって、特に肉を食べた満足感があります。おすすめです。チーズのトリコ焼きナポリタンです。公式ページではナポリタンととろーりのびるチーズソースを絡めて食べるパスタですと紹介されています。麺は普段のセブンのスパゲティよりやや太めで、茹で上がりもソフトな印象です。ところどころに意図的に焦げが演出されており、香ばしい香りが喫茶店の鉄板皿を思い出させてくれます。鉄板で少し焦げたスパゲティって美味しいですよね。チーズソースのボリュームはご覧の通りですが、それ以上にトマトソースが濃厚です。しっかりと火が通ったトマトの甘みと果肉感が濃厚で、ケチャップの酸味は抑え気味です。
喫茶店のナポリタンより重層的で旨味のある本格的なソースで、個人的にはもう少しナポリタンらしいケチャップやウスターソース的なチープさがあってもよかったかもしれません。セブンのパスタ類の標準的な価格帯、税別498円で提供されており、食べ応えも十分でコスパは悪くないと思います。おすすめです。もっちりはクレープ、桜といちごです。公式ページではもっちり食感のクレープ生地で桜風味のあんと桜クリーム、果肉入りいちごソースを包んだ春らしいクレープですと紹介されています。関東風の桜餅を連想させる外観の和と洋の素材を組み合わせた春限定のスイーツです。かすかに香ばしい香りを残したクレープが包んでいるのは桜風味のホイップクリームと、その中心部に桜風味のあんを下敷きにした酸味のある果肉入りのいちごソースです。差し色のように和風のあんが使われていますが、塩の風味を伴った桜餅感が鮮烈で、洋風の素材が圧倒的なのにスイーツ全体が桜餅のようです。おすすめです。さて、今日のおすすめの一品は鶏釜飯仕立てです。だしとみりん風味が絶妙な釜飯風の鶏飯です。鶏肉と根菜類のうまみが凝縮されただしが、どんぐりとは違うご飯の美味しさを引き出しています。毎回美味しいのですが、すぐ売り切れてしまうのと、容器のサイズが小さいのが悲しいところです。強くおすすめします。